皆様ごきげんよう。美魔女が年齢を重ねる希望と具体策を語るチャンネル、美魔女スタイルです。はい、この度は視聴回数が10万回突破ということで、もう本当にありがとうございます。私最初のプロモーションビデオの方にも出演させていただきまして、このチャンネルがどんな形で広がっていくのかなというのをワクワクして見ていましたので、本当にとっても嬉しい気持ちでいっぱいです。自己紹介をすっかり忘れていました。私第6回国民的美魔女コンテストグランプリの小宮山純子48カラットです。今日のテーマは年齢を重ねるほど綺麗になる美魔女の秘密。このテーマでお届けしたいと思います。美魔女になってからすごく変わったねと言われるんですが、年齢を重ねるほどどんどん良くなっているねといろんな方に言われて、自分でもそう思うかなといったところで、私がいろいろ日頃からしている秘密を今日は公開したいと思います。それではレッツ美魔女。年齢を重ねるほど綺麗になる秘密ということで、まず1つ目は私がとてもこだわっている髪の毛についてです。はい、年齢を重ねると髪の毛のツヤとかコシとか張りとかボリュームなどがだんだんなくなってきて、それプラスやはりお顔にばっかり集中していると、あれ結構髪の毛が老けて見えるなということを自分でも実感するようになってきたので、ここ数年は髪の毛に力を入れています。ちょっとこれは私の自慢なんですけれども、私48カラットにして白髪が1本しかありません。これはね、遺伝なども関係してくるところはあるかもしれないんですけれども、自分なりにすごくエイジングケアなど気を使っているところをお話ししていきたいと思います。日々のケアとして髪の毛毎日皆さん洗いますよね。洗う時どんなことに気をつけているかと言いますと、毎日シャンプーしますよね。そのシャンプーをする前にしっかりブラシでもうしっかりですね、いろいろ髪の毛にいろんなものつけたりしますよね。もうそういったものを全部取るようにだいたい3分ぐらいですね。結構長いです。長い時間しっかりブラッシングして、そこからお風呂に入ってさらに3分湯シャンします。頭皮をしっかり揉んで、頭皮の油などをこのシャンプーをつける前の段階でもしっかり洗い流す。3分間洗い流すわけですが、この水質シャワーにもこだわっていまして、シャワーの根元のジェネレーターになるもの、このナノバサラというものを使っているんですけれども、ジェネレーターを通るときに細かい分子になるみたいで、ナノサイズの超微細な泡が出てきて、目に見えない汚れを落とすわけです。これでしっかりと3分シャワーをして湯シャンします。でこの温度もすごく重要で、実は私髪質改善の美容室に通った時に、その美容師さんに言われたのが、意外に切れ毛が多いよねっていうことで、切れ毛が多い理由が温度が実は高いんじゃないの。冬結構寒いと熱いお湯に入ったりするんですけど、そのお湯でかけ流していたんですが、それをやめて今は40度以下のちょっとぬるい、ちょっと若干寒いかなと思いながらも髪のために耐えながら、40度以下のシャワーで3分間しっかり湯シャンをしています。次はシャンプーなんですけれども、私が使っているシャンプーはリアンのルミナスシャンプーと言います。このシャンプー、私が髪質改善のサロンで出会ったものなんですけれども、そのサロンのオーナーさんが2年間かけて自社開発したもので、シナチントップという成分、これ活性ケラチンらしいんですが、そのシナチントップが口に入れても安全な成分らしく、
これがすごく美容成分として素晴らしいんですね。で、髪に栄養をたっぷり補給できるんです。すごい泡立ちもきめ細やかでいいんですけど、泡を立ててからこの泡で美容液のような感じなので、この泡パックで1分間ぐらいしっかり置いて洗い流しています。私が使っているトリートメントはこちらの同じシリーズのルリアンです。はい、こちらはですね、髪の毛の水分を少し取ってからしっかりコーミングして行き渡らせて3分間置いています。まんべんなく行き渡らせてから洗い流しています。この一連のシャントリの流れで私が一番気をつけているのが、シャワーを直接顔にかけないこと。これをすごく気をつけています。やはり40度以下のお湯といってもシャワーも顔にとっては摩擦になりますし、顔を洗うときはちゃんと手ですくって優しくかける。直接当てないこと、これは一番気をつけていることです。お風呂から出ましたら軽くタオルドライをして、まず最初につけるのがこれです。こちらもですね、ルリアンのミストなんですけれども、このミストをまんべんなくかけて、そしてこのオイル、これワンプッシュだけなじませてから、私が使っているこのドライヤー 7D プラスっていうやつなんですけれども、どんどん新しいものが今出ているんですけれども、これを長く愛用しています。はい、でこれで髪の毛を乾かしていきます。でその時に美容師さんに聞いたんですけれども、髪の毛が濡れている時間が短ければ短い方がいい。どんどん髪の毛が濡れている時間が長いと、キューティクルが剥がれてくるっていうふうに聞いたので、なのでもうとにかくすぐに乾かす、これを意識しています。でそのためにお風呂上がり、顔も乾燥しますよね。なのでフェイスマスク、このシートを貼ってこう貼りながら乾かす。もうこれで時短を頑張っています。あとね、こちらの、デュアル B の幹細胞培養液が入っているんですね。オイルと2層になってるんですけど、これは頭皮にもすごくいいっていう風に聞いたので、これを最初につけて、あとお肌についてもすごくいいみたいなので、やはり頭皮とお肌ってつながってるじゃないですか。なのでこれはそういう意味では頭皮に、いいというところで使っています。基本的に私は夜髪の毛を洗うようにしてるんですけれども、夜はこのまま寝ます。はい、で朝になってから髪の毛のスタイリングはこれ1本でここ数年昔は髪の毛が長かった頃はコテとかヘアアイロンとかいろんなもの、お高いものも使ってきましたが、実はこれすごいお手頃価格で、私が買った数年前は5000円以下で Amazon で買いました。はい、もう本当にお手頃で、今ちょっとねもう少し高くなってるみたいなんですけれども、すごく、傷みにくくて簡単にスタイリングができるというところでとってもおすすめです。で、温度設定ができるんですけど、私はこれは140度、結構低い温度かなと思うんですけど、ゆっくり溶かしていくとうねりとかも取れて、すごく簡単にこのヘアが完成します。はい、なので愛用しています。ヘアサロンなんですけれども、私は昔はロングヘアだった時って本当に3ヶ月に1回とか、ね、ひどい時は半年に1回とかしか行かなかったんですけれども、このボブヘアになってから結構しょっちゅう行くようになりまして、今ではサブスクで美容室に通っておりまして、多い時は週1回とか、もうヘッドスパだけ、もうマッサージに行くような感覚ですね。髪の毛を洗いに美容室に行くぐらいの感覚で、なるべく、時間ができたら行くという風にしてから、すごく髪質も良くなってきました。やっぱり美容師さんの力ってすごいですよね。ホームケアも大事なんですけれども、両輪でね、だんだん年齢を重ねるとエイジングケアという形で、美容師さんとホームケア頑張っています。続いての綺麗になる秘密の2つ目は食事です。体は食べたもので作られるというぐらい、本当に食事で全てが決まるというぐらい、私は食事にこだわっています。
30代前半に病気をしたことがきっかけで、そこからいろいろな健康法に目覚めてそれを実践してきました。食事を変えたことでいろんなものが変わってきました。もう本当にお肌にももちろん体調にもいろんな髪にもそうですし、いろんなものが食事を変えたことで変わったなというのを実感しています。そして日々の自宅での食事、これで気をつけていることが、まず玄米。玄米というのは完全栄養食と言われているので、この玄米にこだわってまして、ずっと圧力鍋で玄米炊いていたんですけれども、ちょっと大変なんですね。なので最近クックという酵素玄米用の炊飯ジャーを買いまして、これがもう本当に素晴らしい。4時間と6時間を一定の温度で発芽させるモードがあって、その後もしっかりとアクリルアミドが出ない温度で保温する。これが本当に優れものなので、ちょっとお値段張るんですけど、やはりお食事って毎日のことなので高いけれども、ぜひね、こういったものを使っていただきたいなというふうに思います。そして玄米も気分によって赤米とか黒米とか、あとは雑穀とかもち麦とか、こういったものを混ぜながらいろいろ楽しんでいます。そして食事は他には玄米菜食といって、お野菜中心、もちろんお魚やお肉も絶対食べないわけではないんですけれども、外のお食事ではそういったものを食べるけれども、家ではなるべくお肉やお魚は除いていろいろなお野菜をたくさん摂っています。お野菜っていうのは食物繊維がたくさん豊富だったり抗酸化作用があるといったところで、腸内環境がまず良くなる。これによってお肌もすごく明るくなったりとかしていきます。私はですね、自宅で作るときはサラダをメインディッシュにしています。でそこにたくさんのお野菜を並べて、で、例えば作り置きできるようなものはタッパーに詰めて、もう次の日とかその次の日も食べれるようにして、お野菜をたくさん摂る、これを心がけています。種類は20種類ぐらいはたくさん詰め込んでます。そしてそのお野菜を使って全部ヌードルという非エンドウ豆 100% でできたパスタがあるんですね。私パスタが大好きなんですけれども、でもグルテンをたくさん食べると胃腸が重くなったり吹き出物が出たりとか、ちょっと体が重くなるなっていうのをすごく実感するので、あまりグルテンを取らないように、でもパスタが食べたいということで全部ヌードルを定期配送して、ここ数年はずっと家で作る時のパスタは全部ヌードルにしています。で私のポイントとしては、この全部ヌードル結構癖が強いとか美味しくないという方いらっしゃるんですけど、茹でた後にしっかり水で洗って麺を締めて、そこからフライパンでちょっとオリーブオイルとかくぐらせたりとか、おソースくぐらせたりするとすごく美味しく召し上がれます。私はですね、もう10年前ぐらいからこの、玄米菜食を続けているんですけど、そのもっと前の方が10年若かった頃より今の方がお肌白くなっているんですね。で、ローフードマイスターの資格を取った時に、やはり野菜をがっつり食べた時にすごくお肌が白くなったっていうふうに言われて、やっぱりこれがいいんだっていうことでお野菜中心の生活を心がけるようになりました。でその時に、お味噌とかお醤油とか基本な調味料ですね、これにもこだわってまして、例えば毎日オーガニック野菜を買う、これってすごい大変だと思うんですけれども、調味料って例えばちょっといい高めのお塩、これっていくら高いって言っても少しずつしか使わないので結構持つんです。なので本物のお塩や本物のお醤油、お味噌、こういった調味料から変えていく、これだと皆さん割とね簡単にできるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひお試しいただきたいなと思います。続いて綺麗になる秘密3つ目はお肌ですね。スキンケア、はい、結構いろんな方になんかたるんでないねとか、お肌ねすごく綺麗だねとか褒めていただけるんですけれども、私が一番これかなと思う、
私の美容法の中で一つに美容クリニックでヴァンパイアオールワンというメニューで、PRP に加えてエルメス注射、そしてそれにピーリングがセットになっている、これが相乗効果でいいみたいなんですね。この、施術を年に4回やっています。自分の血液を採取して遠心分離器にかけて成長因子をギュッと詰めたものに美容成分をプラスしたものを水光注射のような形で入れていくんですね。で PRP をやった後はもう本当に5歳は若返ったかなっていう感じで、もうお肌がパーンとしてもうツヤツヤになってすごいんですよ。はい、もう白くなる、張りが出る、ツヤが出る、あとキメも細かくなる、毛穴なんかもなくなって、本当にこれは自分の中では気に入ってやっています。この PRP は恵比寿のアトリエメディカルクリニックでやっています。そして自宅でのホームケアで最近気に入っている商品がこちらです。エラリウムというんですけれども、こちらゲル状のものとオイル2点あるんですけど、これは、実は今月発売予定で、少しね開発段階から使わせていただいているんですけれども、何がすごいかというと NMN とエクソソーム、今話題ですよね。この成分をナノ PDS 化したこの技術がすごいらしいんですね。で普通はこう表面に塗っているだけなんですけれども、角質層までしっかり入っていく、これ浸透するのがすごいらしくて、毎日塗っていると張りが私はね実感するというか、もうピッとするんですよね。なので気に入って使っています。でこのオイルもすごく少量でも伸びが良くて、このエイジングサインのところだんだんねお悩みたくさん出てきますけれども、こういったところに少量塗るだけでもふっくらするので気に入って使っています。そしてですね、私が気に入っているこのソーダスパフォームの炭酸パックなんですけど、泡がめちゃくちゃもうきめ細やかでクリーム状に出てすごく濃密なんですね。で普通の炭酸パックって結構1剤と2剤で混ぜないといけなくて面倒くさいんですけど、これはもうそのまま押すだけでこんなになんかもうすごく生クリームみたいなきめ細やかな泡がかなり硬いんですよ。なので顔につけても垂れないし、すごくね濃密にぐーっと入ってくる感じ、はい、でちょっとピリピリする感じとかも効いてるなっていう感じがして、これは割と日焼けした後とか顔が疲れてるなっていう時とか使うとすごい明るくなります。お気に入りです。続いては綺麗になる秘密その4、水活です。はい、水素、これは、ここにお水を入れるとこの水素発生剤から水素が出てくるんですね。ここを開けてですね、この中にお水を入れるんですね。お水を入れましたら、この水素発生剤からガスがどんどん出てきます。でこのカニューレからお鼻から吸うんですけれども、水素ってお水とかもねよく水素水とかありますけど、お水で取るよりもこういった粘膜から取る、ガスから取る方がすごく効果が高いと言われているそうなので、30分ぐらいしっかり出ると言われているんですけど、実は見てると60分ぐらいこうポコ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 泡が出ているので結構長く出るので、私はもうこれをベッドサイドに置いて、でもう半分もう寝てる寝ながら吸ったりとかテレビを見ながら吸ったりとか、そういった形でこれを吸っていますが、これを吸うことによって活性酸素が除去されて、一番効果を実感したのは朝寝起きが良くなった、すごくすっきり目が覚めるんですね。これが一番体感しています。で私がいろんな美容法とかそういったものを実践する中で重きを置いているのが、食事もそうなんですけども健康です。健康になることをたくさん実践している中で美容がついてくる、
これが理想的だなと思ってこの水素を取り入れています。水素を吸うようになってすごく朝の目覚めが良くなったなっていうのを実感しているんですけれども、それに加えてベッドも少し前に購入しまして、ニトリの N スリープっていうマットに変えましたらすごく寝心地が良くて、この N スリープの硬さもたくさんいろんな種類があって、何度も自分の体で寝てみて試して選んだものだったので、すごく熟睡できるようになりました。続いては綺麗になる秘密5つ目は運動です。もう本当に私は食べることが大好きで、なのでもう食べてばかりだとどんどん大変なことになるので、数年前からパーソナルジムとあとボクシングに通うようになりました。でこれをすることでやっとちょっと戻るみたいな形でなんとか維持できているんですけれども、昔はもう筋肉なんてもう全く無縁の状態だったんですけれども、筋トレと、ボクシングをするようになってから少しずつ本当にほんのり少しずつ筋肉がつくようになって、筋肉は裏切らないということを実感しています。でトレーナーさんにもうお腹が出ている、もう本当に結構ブラトップみたいな結構露出が高いジムウェアを着なさいと言われるんですね。ちょっと恥ずかしいんですよ、お腹とかお肉とか乗っちゃって。でもやはりそれで鏡に映った自分を見ながら意識を高めていく、これも一つの美容法として頑張ってきています。綺麗になる秘密6個目、新しいことにチャレンジする。これは私が数年ずっとチャレンジしていることなんですけれども、例えば数年前は初めてサーフィンをしました。サーフィンを初めてやったのは46カラットの時でした。でも初めてやったのに瞬間的に立てたんですよ。もうそれだけで感動してちょっとまたやりたいなと思いました。そして今年は昔ちょっとやってたんですけど、30年ぶりにスノーボードに挑戦しました。新しい見たこともない景色の、世界中行ったことのないようなところに出かけていくとか、やったことないことってすごくワクワクしますよね。これって本当に若さの秘密というか、いろいろ楽しむ原動力になるなというふうに思っているので、これからもやったことないこと、ちょっと大変かなとかちょっと無謀かなって思うことにもどんどんチャレンジして、さらに、若返っていきたいと思います。以上が私の綺麗になる秘密6個でした。私が美魔女コンテストに出た39カラットの時はまだ離婚もしていなくて、子育て真っ只中で割といろいろなものに縛られていたんですね。母であるということはこうでなくてはならないとか、そういったところに縛られて人の目も今よりももっと気になっていました。でも人の目を気にしなくなったこと、そして年齢は単なる記号であること、そういったところから本当に明日死んでもいいというように思って毎日を楽しみながら全力で生き抜いて今があります。そしていろんな方に本当に変わったねって言ってもらえて、こんな私がこんなに変われたんだから皆さんも絶対変われるっていうふうに思うので、それを皆様にお伝えすることが私の使命だなというふうに思っています。なのでもう絶対変われないとか私には何もできないっていうふうに思っている方にこそぜひいろいろなことにチャレンジしていただきたいなというふうに思います。綺麗になると前向きになってどんどんいろんなことにチャレンジしたくなりますよね。はい、今日ご紹介した6つの綺麗になる秘密、これを参考にしていただいて一緒に綺麗になりましょう。美魔女スタイルのチャンネル登録、いいねボタン、コメントもぜひお待ちしています。